やっほー、皆さんこんにちは。クリスマスシーズン真っ只中ですねっていうことで、本日もクリスマススイーツを作っていきます。今日で今年3度目かな。第1弾はホワイトクリスマス、第2弾はクラシッククリスマスをテーマにしたんだけど、本日第3弾はついにねキャラクターたちを登場させようと思うので、テーマどうしようかな。ファンタジークリスマスとかどうかな。サンタさんとか雪だるまとかトナカイとかが登場するおとぎ話の世界みたいな感じでいいんじゃないでしょうか。そしたらテーマも決まったということで、本日作るスイーツを先に発表しちゃうね。今日はこの3つのスイーツを作ろうと思います。最近 SNS でよく見かけるスノードームのスイーツを私も作ってみたいなって思って、今回は挑戦してみることにしました。あれすごい難しそうだよね。というかまず飴系のお菓子を作ったことないからさ、もう不安でしかないんだけど、とりあえずいつも通り可愛さを追い求めてね、今回も張り切って作っていきます。さあ行くぞ。まずはじめにずっとマカロンから作ってたんだけど、今日はなんとね4種類作っていきます。作りたいものが多すぎて一つに決められなくてさ、これでも頑張って数を絞った方なの。来年も再来年もクリスマスは来るからね、今日作れなかった子たちはその時に取っておこうと思います。まず一つ目は茶色い生地ということでね、多分わかると思うんだけど、赤っ鼻のトナカイにしました。角は別でつけるので、まずは顔と耳だけ絞っておきます。2つ目はオーナメントにしました。こういう装飾を混ぜた方がキャラクターたちがより一層輝いてくれるかなって思ってチョイスしました。まず前半組ができました。こっちがリースとこっちがトナカイね。とりあえずこっちは先に乾燥させてきます。3つ目は雪だるまにしました。実は去年雪だるまのマカロンを作ったんだけど、めっちゃ可愛かったし、今年も作りたくてさ。見て、雪だるまが絞り終わりました。結構ねちっちゃめに絞ったの。めっちゃ可愛くないこれも乾燥させてきます。そしたら最後4つ目はツリーのマカロンにしました。最近ノーマルな円形のマカロンばっかり作ってたから、久しぶりに難易度高めのマカロンに挑戦しようと思います。じゃーん、最後ツリーも絞り終わりました。これなんかマスカットみたいじゃない？ちょっと頑張って後でデコレーションでツリーにしよう。見てマカロン絞ったやつをリビングの机で乾燥させようと思って持ってきたんだけど、もう机がマカロンで埋め尽くされてるっていうね、珍しい光景でございます。やっぱりこれマスカットにしか見えないよね。てか雪だるまやっぱ可愛いな。ということでこの子たちは乾燥させます。今部屋めっちゃ乾燥してるから、多分いつもより乾燥時間短い気がするので、しっかり見ておかないとね。そしたら次はロールケーキのスポンジを作っていくんだけど、なんかカメラの撮影モードがスローモードになっちゃってたらしくて、めっちゃ遅い。これはこれで見慣れない光景だし面白いかもしれないんだけど、通常モードに戻します。ということでこのロールケーキはスノードームの土台の部分に使おうかなって思って作ってます。クリスマスのチョコスイーツといえばブッシュドノエルじゃん。なのでクリスマスの薪をイメージしたチョコレート味のロールケーキにしちゃいます。マカロンを大量に作って卵黄が余ってるし、スノードームの土台はプリンにしようかなとも思ったんだけど、クリスマスにブッシュドノエル作りたいよね。ということで私は明日から納豆卵かけご飯を毎朝食べて卵黄を消費しようと思います。体が言うことを。てかこの前ニュースでクリスマスケーキの特集がやってたんだけど、物価高ですごいケーキの値段も上がってるから、できてるスポンジとかを買ってお家でケーキを作る人が増えてきてるみたいな。
家族でも友達でも誰かとケーキを作るのってすごい思い出に残るし、そういうのがきっかけでお菓子作りする人が増えてくれるのは私としても嬉しいんだけど、お店側もさ、いろんな人に喜んでほしくていろんな工夫をして作ってるわけだからさ、ちょっと複雑よね。ココアスポンジをね、一番最初に焼いていきます。じゃーん、ココアスポンジが焼けました。今回もいい感じですね。最近この型でばっかり焼いてるけど、やっとロールケーキとして使ってあげられるね。粗熱が取れたらラップをしておきます。よいしょ。そしたらクッキーを砕いていきます。これ可愛くない？これ何のキャラなんだろうね。今日はベイクドチーズケーキを作ろうと思うので、このクッキーはその土台として使おうと思います。今回マカロンとスノードームロールがすごい繊細で難易度が高いスイーツなので、このチーズケーキが今回は癒しポジションですね。 OK。 砕いたクッキーを溶かしバターに加えてよく混ぜていきます。しっかり混ぜ終わったら型にグラシンカップを敷いて作ったクッキーを詰めていきます。今日はホールじゃなくてミニサイズのチーズケーキを作ることにしました。よし、クッキーは OK かな。次はね、チーズケーキの生地を作ろうと思うので、これはその間一旦冷やしておきます。そしたらチーズケーキの生地を作っていくんだけど、これは順番に材料を加えてひたすら混ぜるだけだからめっちゃ簡単。私が人生で一番初めに作ったスイーツがこのベイクドチーズケーキです。ミキサーがあればそこに材料を全部一気に入れてスイッチオンすれば出来上がっちゃうんだけど、今うちにミキサーがないからね、この方法でやってます。実家にいた頃はミキサーがあったからいつもそれで簡単に作ってました。生地を作り終わったら最後にこしていきます。そしたら冷やしておいた型に生地を流し込んでいきます。オーブンの予熱は生地を作り始める段階でしておくのをおすすめします。そしたらこれはオーブンで30分くらい焼いていきます。チーズケーキって焼く時間も冷やす時間も長いよね。そしたら次はロールケーキに使うチョコクリームを作っていきます。生クリームをちょっと緩めに泡立てておいて、別でチョコレートを溶かしていきます。よし、OK。なんか今日さ、めっちゃボコボコしてんだけど、これなんでこれなんだっけ？何が原因でこうなんだっけ？ちょっと高い温度でやりすぎたとかかな。とりあえず生クリームを加えてチョコレートガナッシュを作っていきます。OK。作ったチョコレートガナッシュをさっき泡立てておいた生クリームに加えていきます。チョコレートを加えると生クリームが一気に硬くなるから、生クリームは結構緩めに泡立てておくのをおすすめします。もうちょっとだけ濃くていいね。ロールケーキだったらボソッとしてもいいんだけど、ホールケーキのナッペに使う場合は注意が必要ですね。で、今日はロールケーキなので結構固めに泡立てます。このくらいかな。実はね、多めにチョコクリームを作っておいたので、残りはマカロンのガナッシュに使います。絞り袋に入れて冷やしておく。よし、OK。チーズケーキが焼けました。めっちゃいい匂い。ちょっとね、このまま粗熱を取ってこのまま冷蔵庫で冷やしたいと思います。チーズケーキは結構な時間寝かせなければいけないので、次会う時は当分先になりそうですね。よいしょ。先を急ぎましょう。見て、乾燥がもう終わってる。早い今日。夏はほんと長いと4時間くらい乾燥させるんだけど、2時間くらいしか乾燥させてないかも。いや、もうちょっと短いかな。1時間半くらい。やっぱ今日めっちゃ乾燥してるんだ。なんか肌もね、乾燥してるなーっていう感じなんだよね。怖い怖い怖い。ということでマカロンを順番に焼いていきます。先にトナカイとオーナメントがね、焼けたんだけど、見て。ピアは出てるんだけど、ちょっと内側に行っちゃってるのね。
こうやって内側に行っちゃってる時は乾燥のさせすぎです。今日は乾燥させすぎちゃいました。こんな感じで結構ね、ピエが内側に行っちゃってるの。今日はね、形とかめちゃくちゃ綺麗にできてるんだけど、ちょっと乾燥させすぎちゃったね。よいしょ。で、裏面も綺麗なんだけどね。そしたらね、ロールケーキをロールしていきます。よいしょ。手袋の中に袖も入れていくスタイル。これで安心。ちょっと寒いからさ、袖まくりたくないからさ。これであったかい。めっちゃあったかい。よし、これでやっていきます。たっぷりチョコクリームをのせていく。お菓子作りするときはこうやってクリームとかをね扱うことが多いので、暖房は一切入れないんだよね。厚着しても動きづらいから下半身めっちゃ温めてる。はい、できた。そしたら巻いていきます。よし、いけた気がするのでラップラップってこれ辺でいいか。キュッキュッてしっかりやって、ここで冷やしていきます。よいしょ。じゃーん、全部焼けました。結構可愛く焼けてる。白がね、今回すごくうまく焼けてるんだよね。ピエの出方はやっぱり内側に行っちゃってるんだけど、黄色もついてないし、しっかり表面がちゃんとパリってなってるし、裏面も、じゃーん、こんな感じでめっちゃ綺麗。もうちょっと乾燥時間短かったらパーフェクトだったかも。でもね、めちゃくちゃ綺麗にできてる。そしてツリーの方なんだけど、こっちもね、しっかりね、ピエが出ていて、ひっくり返すと、よいしょ。こんな感じで裏面もね、綺麗にできてます。これもちょっと乾燥させすぎちゃったけどね。かわいい。そしたらこれを全部剥がしていきます。そしたらマカロンをデコレーションしていきます。結構大量だね。よいしょ。まずは雪だるまからフードペンで顔を描いていきます。鼻はアイシングクリームで、マフラーはチョコペンでデコレーションしました。チョコペンがちょっと扱いづらくて難しかった。どうかな。なんか赤が結構すごいな。クリスマスレッドって感じだね。こんな感じです。次は赤っ鼻のトナカイね。じゃん。やっぱ角がないとトナカイっぽくないね。全然全くトナカイってわかんないもん。なんだこれって感じ。角は後でつけてあげるからね。ちょっとこの型でね、チョコのリボンを作ります。この列だけ作る。これはツリーのマカロンの飾りとして使おうかなって思ってます。できたー。これはちょっと冷やしてきます。固めてくる。そしたらリボンを冷やしてる間に、次はアイシングでツリーのデコレーションをしていきます。最近この雪が積もってる感じのデコレーションにハマってるんだよね。仕上げにさっき作った可愛いリボンをつけてあげます。こんな感じどうかな。ツリー。ミニツリーにはリボンがちょっとでかすぎるので、違う感じでデコレーションしてあげました。ミニツリー、いい感じ。最後はオーナメントなんだけど、せっかくだし全部違う模様でデコレーションしました。じゃーん、いい感じ。とりあえ
あえずデコレーションが終わりました。まずはトナカイとオーナメントね。こんな感じ。そんでこれがツリー。かわいい。リボンがかわいいな。そして最後にこれが雪だるま。かわいい。マフラーがね、いびつなんですけども。よし。そしたらね、もうクリーム絞っちゃいたいと思います。最初これ仕上げちゃう。それでは雪だるまから順番にクリームを絞って仕上げていきます。これめっちゃ綺麗に描けた。これ一番最初に描いたやつなんだけど、めっちゃ綺麗に描けた。よいしょ。オッケー。そしたら次はトナカイなんだけど、トナカイはチョコレートガナッシュを絞ります。硬い！ちょっと待って、硬すぎる。ちょっとね、一個試しにやってみたんだけど、こんな感じでね、トナカイに角を生やします。でどうやって生やすかっていうと、じゃーん。これはプラザで買ったんだけど、結構ちっちゃいね。こんな感じの。これなんて言うんだっけ、こういうの。プレッツェルかな。こんくらいちっちゃいプレッツェルがね、プラザに売ってるので、これをカットして角にしていきます。このまま乗っけても可愛いかなって思ったんだけど、さすがにでかすぎるので、こうやってね、パキッって折ったら失敗。プレッツェルのここの部分をね、パキって、こんな感じ。パキって感じでやると、こんな感じでね、角みたいなのができます。で、余ったやつは食べちゃってください。Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. 1、2、3、4、5、6、7、8。あと1個。よし、できた。そしたらね、ここに、まずガナッシュを絞る。ガナッシュが硬すぎるんだけど、力いっぱい絞る。力いっぱい絞ったら、こうやってね、角をはめる。こんな感じかな。そんで、閉じる。こんな感じか。よいしょ。これめちゃくちゃトナカイの角っぽい。あ、やばいやばいやばい。めっちゃやりづらいよ。こんな感じかな。見て、マカロンできました。かわいい。待って、一番ツリーがかわいいかも。あ、でも雪だるまもかわいい。待って、でもトナカイもかわいい、これ。やばいね。全部かわいい。待って、本当にかわいい。やっぱマカロンってなんでこんなかわいいんだろうね、本当に。今日は久しぶりにね、形を変えて難易度の高いマカロンにチャレンジしました。雪だるまとトナカイとオーナメントとツリー。全部可愛くできましたね。ということで、これは先に冷やしておきます。待って、本当に可愛い。無理。よし、そしたら次はね、チーズケーキの方を仕上げていきます。ちょっとマカロンのチーズクリームが余ったので、これ使うかな。せっかくだしね。いちごを埋め込んでいく。そしたらいちごの周りに生クリームを絞っていきます。クリームが絞り終わったら綺麗なドーム状になるように表面を整えていきます。今回サンタさんをモチーフにしたチーズケーキを作ろうと思ってたんだけど、せっかくだから白クマのサンタさんにしてちょっと可愛らしくアレンジしちゃおうと思います。いい感じかな。
したらどうしようかな。まずいちごのっける。こんな感じで帽子にしたいんだよね。いちごの帽子をのっけたら、まずはクリームで耳をつけてあげます。顔のパーツはクリームで絞るよりフォンダンでやった方が可愛いかなと思ってちょっと作ってきたので、一つずつ貼り付けていきます。鼻はちょっと細かすぎるからフードペンで描きました。本当にフードペンにはお世話になってる。こんな感じ。雪の中から顔を出してるようにしたいので、こうやって緩めの生クリームを絞りました。どうかな、こんな感じ。可愛いかな。あとは帽子をね、サンタ帽にしてあげれば終わりだね。やるじゃないか。見て、もうこれで完成。かわいい。できました。やばい、めっちゃかわいい。見て見て、かわいくない？いや、かわいい。いや、かわいい。よいしょ。ということで、くまサンタチーズケーキの完成。イエーイそれでは本日最後のスイーツのスノードームケーキを仕上げていきます。マカロンもチーズケーキも主役級の可愛さだったけど、今日のメインはこの子だからね、張り切っていきましょう。どんどん。チョコのロールケーキなんかめっちゃ久しぶりなんだけど、そしたらカットしていきましょうか。まず端からね。さあどうでしょう。あ、お、いいんじゃない？なんかロールになってないけど、もうちょっとこうね、ロールしてほしかったね。まあいいや。ちょっとこれ、味見してみます。美味しい。待って、チョコ久しぶり。どんどんカットしていきます。こんな感じでね、器にのせました。ここからさっきマカロンに使ったガナッシュをね、再利用してチョコクリームを作ってきたので、これで側面に木の模様を描いていきます。こんな感じで。あ、待って、いい感じかも。チョコを砕いて貼り付けて木の模様作ろうかなとも思ったんだけど、全然こっちの方が楽だし、木の模様になってる気がする。いい感じ、いい感じ。できました。1個目。めっちゃいい感じなんだけど、やばい。これでラストだ。いい感じです。もうこれは木です。よいしょ。いい感じ、いい感じ。みんな見て。ちょっとね、ロールケーキの仕上げにこのスノードームをね、使おうと思って、昨日3時間くらいかな、ひたすらにスノードームの研究をしてました。これが一番最初に作ったやつなんだけど、とにかく形も綺麗にできないし、なんか表面めっちゃザラザラしてるし、下のところもさ、ボコボコだし、もう下手すぎるじゃん？しかもね、これに行くまでにも、まずそもそもドーム状にならなくて、なんか爆発したり、なんかね、いろいろ、本当に失敗ばっかで、やっと形になったのがこれ。めっちゃ綺麗にできてるんだけど、サイズがめっちゃちっちゃかったりとか、なんかね、いろいろ練習しました。これとかめっちゃ綺麗にできてない？これ。これは結構最後ら辺に作ったやつですね。色が本当に透明に近いものを作りたくて、そうするには、温度が低くないと白くならないの。でも低すぎると、こうやってね、グラニュー糖が溶けずにこうやってザラザラ残っちゃう。で、逆に、じゃあグラニュー糖を完全に溶かして温度を上げると、こうやって茶色っぽくなっちゃうの。だから、一番安牌がここら辺、表面がザラザラなってない、かつ茶色っぽくならない、もうそのドンピシャの、なんていうの？最適な温度っていうのをね、探して、昨日頑張りました。で、私は温度計がないので、ひたすらに試行錯誤してやってました。もう本当に可愛い。ということで、今から作っていきます。ちょっと練習の成果をみんなにお見せしようと思って。まず、
あのサイズのドームを作るにはこんくらいのセルクル、セルクルじゃなくてもこう円形の押せるやつがあればいいんだけど、あとラップがしっかりくっつくようなこんくらい深い、これよりも多少直径が大きいお皿を用意します。できれば耐熱だといいです。で、サランラップなんだけど、私はねこのサランラップを持ってたんだけど、これで何回やってもね成功しなくて、わざわざ100均に行ってこのラップを買ってきました。この耐熱ラップじゃないとできないらしくて買ってきました。で、これをお皿につけていくんだけど、もう本当にピーンって貼ります。絶対に空気を入れないぞっていう心意気で、もうピンピンに貼ってください。こうね。で、一重じゃなくてもう一重やらないと私はねうまくいきませんでした。二重にしてやります。もう昨日ひたすら練習したからね。いろんな方法で何回も失敗して。そもそもさ、いつも練習なんかしないのにさ、こんだけ練習したの初めてに近いです。で、これで、とりあえずボウルの方は準備 OK。そしたらシリコンカップを用意してください。耐熱皿でもいいんだけど、飴って冷めた時めちゃくちゃ取りづらいじゃん？なので、シリコンがおすすめです。できないことはないんだけどね。そしたら水 4g とグラニュー糖 20g をシリコンカップに入れて、細かいんだけど 600W のレンジで1分5秒くらいやったらちょうどよかったです。1分だとちょっと足りないし、1分中だとちょっとやりすぎみたいなね感じでした。今レンジで温めてきました。こんくらいの色です。茶色すぎず白すぎずで、泡はこうねなんか揺らしてたら自然に消えていきます。どんどん粘性が高まっていくんだけど、まだかな。蜂蜜と同じくらいの粘性になったら OK です。もうちょっとかな。はい。ちょっと熱いから気をつけてね、本当に。はい。ということで、蜂蜜くらいの粘性になったので、これで垂らしていきます。もうね、パッパやんないとね。垂らし終わったら、力が均等に加わるように、セルクルを下にゆっくり押していきます。結構ね、目いっぱい押してるの。見てる？見えてる？膨らんでるの見えてる？で、膨らんだら、1分くらいかな、キープします。飴がしっかり冷めて固まったら、手を離します。それまではね、グッて押さえておいてください。で、見て、でも今回ちょっと失敗かな。こうやってね、表面にボコボコ残ってるじゃん？これはちょっと温度が足りなかったね。グラニュー糖が完全に溶けれてないわ。難しいね、ほんと。めっちゃ練習してもこれだからね。難しい。よいしょ。ラップを取るときはこうやって慎重に剥がせばしっかり取れてくれます。よいしょ。じゃあ、1個目ができました。形はめちゃくちゃ綺麗だね。表面があとグラニュー糖がしっかり溶けていれば綺麗だと思います。もうなんで。本当になんで？こんなはずでは。ちょっと黄色寄りかな。難しい。本当に難しい。結構透明な状態で成功してる人もいるから、多分だけど私のグラニュー糖が溶けづらい気がするんだよね。割らないようにそっとね。よし、オッケー。めっちゃ綺麗な気がする今回。お相手しましょう。やばい、めっちゃ綺麗にできた。わあ、できた。めっちゃ綺麗じゃない？お手本のような綺麗さな気がする。最後の最後にしてね。よし、そしたらトッピングしていきます。まずはめちゃくちゃ柔らかい生クリームをこうやって垂らしていきます。こういう感じで。
そしたら緑のクリームで簡単なツリーを絞ります。これ前回も使おうと思ってさ、結局使えなかったから今回ここで使います。これ斧で木切ってますよみたいにして、後ろにこれを配置させて、いけちゃう。待って、やばい。オッケー、じゃあこの3点セットでいこう。白の小人ちゃんもいるのでね、この子も置いてあげます。ちょっとさっきトナカイも置いてあげました。サンタさんもいるのでこの子も置いてあげます。ここに置いてあげよう。ちょっとでっかいからもうちょっと沈んでくれ。こういうことよ。最後に溶けない粉糖を振りかけます。あれ、なんか雪降ってるくらいで OK です。本当に最後にこれをねかぶせてあげます。大丈夫かな。完璧。じゃあこの子はこれでいいか。でこれと、待って、やばい、本当にやばい。可愛すぎない？これ上にも粉糖かけた方がいいのかな。いいよね、せっかく綺麗にやったし。いや、やった方がいいかも。ちょっとやるわ、私。覚悟を決めましょう。ちょっと待って、可愛すぎるんですけど。見てこれ。めっちゃんこ可愛くない？こんなにうまくできると思わなかった。めっちゃ嬉しい。こういう飾りはこの間買ったんだけど、ちょっと使う機会を逃してたのでね、ここで全部消費できたし、めっちゃ嬉しい。ということで、スノードームのチョコレートロールが完成。可愛すぎる。ということで、今日も全部のスイーツが完成しました。やばい。待って、クリスマスシリーズで一番可愛いんじゃないか？やっぱさ、こういうキャラクターとかいるとめっちゃ可愛いね。待って、どれが一番いいんだろう？わかんないけど、とりあえずスノードームが可愛すぎる。これ本気で可愛くない？まさかこんなにうまくいくと思わなかったけど、めっちゃ可愛い。昨日たくさん練習してよかった、本当に。ここら辺のツリーとかもね、本当にお気に入りです、結構。もちろんこのクマちゃんたちもね、お気に入りだけどね。だってこれ大変だったもん、めちゃくちゃ。はーい、ということで、今日も全部のスイーツが無事に完成しました。終わり良ければ全てよしだからね、本当に。なんだかんだいつもね、無事に完成してる気がする。クリスマス第3弾かな？無事に全部完成しました。みんなどれが一番好きかな？スノードームね、なんか溶けちゃいそうなので、写真だけ撮ってこの飴の部分外しておこうかな。お友達にお披露目するときにスノードームをね、乗っけようかなと思います。ということでまたねー。バイバーイ。お友達が来てくれて早速スイーツをお披露目したんだけど、めちゃくちゃ喜んでくれて、私は本当にみんなの反応だけでごちそうさまですっていう感じ。お待ちかねのスノードームケーキは飴を割ってロールケーキと一緒に食べたんだけど、全体的にほんのり甘さがプラスされる感じ。このままでもすごい美味しかったんだけど、チョコレートの部分をビターチョコにしたらもっと美味しいかもしれない。まあそれにしてもさ、こんなに可愛いものが食べられるなんて、なんて幸せな世界なんだろう。今回のファンタジーなクリスマススイーツはいかがだったでしょうか。私は今回も本当に楽しめました。一つまた一つってイベントがあっという間に過ぎてっちゃうからちょっと悲しいね。まあ毎年あるんだけど、次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。